1x4 材を使用して簡単な工具箱を設計してみましょう。メニュー画面で新しい図面を描くをクリックします。作品の名称をキーボードを使って入力します。今回は工具箱と入力します。OK ボタンを押して決定します。最初は何もない画面が表示されます。ここに新たに材料を追加していきます。材料追加ボタンを押すと材料の一覧リストが表示されます。この中から必要な材料を選択します。材料は2倍材のほか、修正材、合板材、丸棒、その他とタブボタンで切り替えができます。今回は 1x4 を使用しますので、2倍材のタブを選択します。1x4 をクリックして行を選択します。行が青色になると選択していることになります。次に寸法を入力します。電卓ボタンを押して600と入力します。OK ボタンを押します。図面に追加ボタンを押すと図面に配置されます。これで長さ 600mm の 1x4 材が追加されました。ここで作図画面の操作について簡単に説明しておきます。作図画面の右上には作成した図面が立体で表示されます。マウスでスライダーを左右に動かすと拡大・縮小ができます。立体画面でマウスの左ボタンを押しながらマウスを移動すると視点を変更できます。ここでは視点が変わっているだけで実際の材料は回転していません。平面図は画面中央のスライダーを左右に動かすと拡大・縮小ができます。平面図上の背景でマウスの左ボタンを押しながらマウスを移動すると図面を見ている場所を変更できます。では工具箱の作図を続けます。底板は板を4枚並べて作成します。コピーボタンを押してコピーします。コピーした材料は元の材料と重なっているため縞模様が出ます。平面図で部材にカーソルを乗せると十字矢印のアイコンに変わります。この状態でマウスの左ボタンを押しながらマウスを移動します。これで2枚の板が並んだ状態になりました。同じようにもう一度コピーします。コピーボタンを押してコピーし移動させます。さらにもう一度コピーします。コピーボタンを押してコピーし移動させます。これで底板ができました。次に側面を作ります。側面は底板をコピーして向きを変えて作図します。コピーボタンを押してコピーします。次に90度回転ボタンで方向を90度ずつ回転します。縦向きになったら端へ移動させます。右側面図で移動すると一度で移動できます。材料が端に来たらマウスを離します。これで側面ができました。同じように反対側の側面を作図します。先ほどの側面をコピーして反対側に移動します。コピーボタンを押します。
コピーした部材をマウスで移動させます。マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動します。反対の端に来たらマウスボタンを離します。両側の側面ができました。残りの側面も同じ要領で追加します。コピーボタンでコピーします。90度回転ボタンを押して向きを決定します。向きが違う場合は何度か押します。今度は位置を合わせます。端へ移動させます。移動方法は先ほどと同じ操作です。部材にカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動します。これで端に合いましたが、少し長すぎます。枠に合うように長さを調整します。長さの変更は部材の両端に表示される四角いマークを使います。四角いマークの上でマウスの左ボタンを押しながらマウスを移動すると緑の線が出ます。カーソルを角に合わせて離すと長さが決まります。反対側はコピーして配置します。コピーボタンでコピーします。部材にカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動します。反対の端に来たらマウスボタンを離します。これで完成です。